こんにちは、ミッキーです。今回は大人の隠れ家空間銀座カフェ5選をご紹介したいと思います。私、1年半ほど前から東京駅に勤務をしていまして、だいたいですね、東京に勤務した帰り道とかでは銀座で買い物をして帰るみたいなことが、仕事の後の楽しみになっているような感じなんですけども、そんな中ですね、仕事の帰りとか、あとは日によってはですね、ランチで銀座にちょっと足を運んでみたりなんてことがあるんですけども、そんな私の視点でですね、銀座からご紹介したいおすすめのカフェを5選ほど選択させていただきましたので、ぜひ参考にしていただいて、仕事終わりにでもいいですし、土日の買い物とかにもですね、ぜひ使っていただければというふうに思っています。ちなみに今回ご紹介するお店の Google マップ位置情報は本動画の概要欄から確認することができますので、実際にお店に訪問する際の参考としてご活用ください。早速1軒目のコーヒー店をご紹介します。1軒目はこちらの盆源コーヒーさんですね。もう外装から銀座らしさと言っていいのかわからないですけども、おしゃれな空間が漂っていまして、今銀座らしさといったのもですね、銀座には歌舞伎座がありまして、まさに昔ながらの伝統を重んじた空間っていうのも結構あるんですね。もちろん高層ビル群の中にあるようなおしゃれな高級そうな店もあるんですけども、こういった和の雰囲気も楽しめるのが銀座の魅力かなと思っています。そしてこちらのお店ですね、本当に木目調の厳かな感じの雰囲気が漂っているんですけども、とてもですね、店員さんの接客は良くてですね、気さくに話しかけてくれたりっていうところも印象的だったなと思っています。こんな感じで椅子も木の椅子を使っていて、メニューもですね、非常に和テイストな感じのメニューが特徴的だったなと思っています。あとこちらではコーヒー店なんですけども、和菓子も楽しめたりとか、あとはチョコレートもですね、楽しむことができるのかなといった感じですね。で、店内にはちょっと先ほど見えたかもしれないんですが、盆栽がありまして、こちらはマスターの趣味が反映されていて、1、2週間ごとに入れ替わるということですね。なのでこの盆栽が変わったタイミングで空間の雰囲気もガラリと変わる、そんな雰囲気を楽しんでいただくのもこのお店の一つの特徴的なところかなと思っています。で、こちらこの日いただいたハンドドリップのケニアになっていますね。このお店ではですね、神奈川の自社ロースターで焙煎されている豆を使っているということでした。で、カップの裏側にはこんなありがとうございますというメッセージもあって素敵だなという印象でした。続いてご紹介しますのはこちらのメトワカフェ&キッチンさんでございます。こちらのメトワというのはですね、三菱エレクトロニックタッチオブアドバンスメントの頭文字を取った造語でありまして、三菱電機で未来に触れるという意味を込めているということですね。なのでこちらでは1階はですね、このカフェ&キッチンさんになってるんですけども、このビル全体がメトワというブランドのもと、三菱グループの製品やテクノロジーですね、三菱電機の製品やテクノロジーを展示をされているというところが特徴の一つなのかなと思っていますね。で、このいい食事は生活の豊かさにつながる、そんな考えが反映されているということで、オーストラリアのいいカフェをコンセプトとした空間が提供されていますね。で、こんな感じで光の展示とかもありまして、こちらがまさにですね、三菱電機さんの展示の一角になるかなと思ってますね。で、オーストラリアというところもありまして、こちらのお店ではオールプレスエスプレッソさんですね、清澄白河にあるお店なんですけども、そちらのロースタリーさんの豆を使われているということでございます。で、こちらのオールプレスエスプレッソさんのコーヒー豆はですね、町田のキープイルグループでも使われていたりで、結構使われているお店も多いのかななんていうのを感じていますね。まさにオーストラリアの豆の代表になっているのかなといった印象ですね。もともとニュージーランドの豆ではあるんですけども、オーストラリア系のスタイルの店にはこのオールプレスエスプレッソさん使われているのかなといった印象ですね。で、こちらはこの日にいただいたファットチップスとバリスタスペシャルのハニーホワイトモカですね。あとはフラットホワイトをいただきました。で、このファットチップスがまさにスイートチリとマヨネーズがあってですね、これもポテトにつけて楽しめるような感覚でしたね。で、あとはスーパーフードとか野菜をたっぷり使った健康的な食事もこちらのお店でいただけますので、そのヘルシーさを味わうといった意味でも銀座の高級感と相まって楽しむことができるような空間になっているかなと思いました。続いてご紹介しますのはこちらの文道座さんですね。こちらの文道座さんはホテル併設のおしゃれ空間になっていまして、
結構ですね、おそらく結構いいお金をもらってそうな大人の方がホテルの1階としてカフェに利用されていた印象ですね。なんでしょう、この身なりもそうなんですけども、会話の内容とかちょっと端々に聞こえてくる感じが、やっぱ外資系のコンサルとか、あとは銀行とかっていう感じの方が使われているような印象なのかなと思いました。ただですね、これは先ほど言ってたランチの帰りにちょっと寄ったっていう感じなんですけども、土日に伺ってみるとですね、また違った客層の方々がいるのかなとも思いますので、ぜひですね、自分の目で確かめていただけるとよりいいのかなと思ってます。ザ・スクエアホテル銀座の1階にあるこちらの文道座さんなんですけれども、店の由来はですね、かつて銀座にあった地名文道座、分けるに道に座という形の地名が元になっているということでしたね。でコーヒーはこちら京都の自家焙煎コーヒー店、ウニールの豆を使用している超本格派になっていますので、そちらも楽しめるかなと思います。でこちらこの日にいただいたカフェラテなんですけれども、このラテアートも含めてですね、このカップもとても素敵だったなと思っています。続いてご紹介しますのはこちらのリシンクカフェ銀座 with プルームというお店でございます。 with プルームとありますのは JT が開発している低温加熱型の電子タバコプルーム販売店の2階にあるカフェだというところが由来になってますね。こういった形でタバコ屋さん、この場合は電子タバコですけどに併設されたカフェっていうのは結構あるようで、 JT さんがこういったタバコの、広告ですねの一環としてこういったカフェを併設するようなパターンは前々からあったりするような風に伺ってますので、こちらもその一環なのかなと思ってますね。でこの日私はコーヒーいただいたんですけれども、他にもですねアルコールとか、あとはノンアルコールのカクテルとかプルームのフレーバーに合わせたオリジナルドリンクが提供されているのが特徴的だなと思ってますので、ぜひそのコーヒーだったりコーヒー以外だったりっていうところのペアリングも楽しんでいただくのも一つの魅力かなと思ってますね。で店内結構広々としていて、この日も先ほど言った形で仕事の終わりにちらっと立ち寄った感じなので、サラリーマン系の方が多かったような印象ですけども、土日とかに伺ってみるのもいいのかなと思いますね。どうしても1階がプルームになっているのでなかなか抵抗ある方もいるかもしれないんですが、銀座の立地もいいですし、ぜひですね穴場的空間として休憩に立ち寄っていただくといいかなと思ってます。でこちらはこの日にいただいたブリュレフレンチトーストと、あとセットドリンクでハンドドリップコーヒーをいただきましたね。で結構店員さんもコーヒーの話をしたところですね、コーヒー好きな方がいらっしゃるようで、バリスタさんも所属されているような感じだったので、ぜひですねその辺の会話も楽しんでいただきつつコーヒーを選んでいただくのもいいのかなと思っています。そして最後のお店をご紹介するのはこちらの銀座6ですね。まさに銀座を象徴するような高層ビルと、あとこのワンフロアの、ワンフロアあたりの天井の高さですよね。あとこのガラス張りの雰囲気も含めてとてもおしゃれだなと思うんですけども、そんな銀座6からご紹介するのは1階のブルーボトルコーヒー銀座カフェでございます。こちらは銀座駅直結になっていまして、そのアクセスの良さも一つのポイントかなと思いますね。でこちらは陶器作家の飯星由美子さんの D ラボシリーズというものがコラボしたオリジナルの器で提供されるということで、その器で提供されるコーヒーをいただけるのはこの銀座カフェならではというところですね。なのでぜひですね、銀座6最近改装したっていうお話も聞きまして、ちょっと今ご時世柄もあってですね屋上開放していないんですけれども、買い物のついでとかにぜひ地下鉄から行く場合には買い物の前でもいいですし、帰り際にもいいのでこちらには立ち寄っていただきたいなと思ってますね。でブルーボトルのグッズもこんな感じで非常に充実していて、それこそ豆の購入ですとか、ちょっとしたマグカップとかカステラみたいなそういったお土産っぽいものも提供されているので、そちらを買っていただいて銀座のお土産としていただくのもいいかなと思いますね。こういった並ぶ列にあります足跡のアートなんかのもとても素敵だなと思いますね。でこんな感じで作業されている方もいたりとか、ちょっと奥見えづらくて申し訳ないんですけども、2つの席がですね低めの座席でありますので、そういったちょっとゆったりとした感じでリクライニングしてくつろぐこともできますし、さらにですねこんな感じで一段上がったソファー席のような形で座ることもできますので、様々な座席スタイルで楽しめるといったところですね。でこちらはこの日にいただいたコールドブリューで、まさに先ほどお話しした特徴的なガラスのコラボを楽しむことができます。以上、今回は銀座からおすすめカフェを5選ご紹介させていただきました。
銀座はですね、実はスタバの1号店となっている松屋店があるんですけども、そちらを中心におすすめなスターバックスのコーヒー店がいくつかあるので、ぜひですね、次回の動画スターバックス特集やろうと思ってますので、そちらも楽しみにしていただければと思っています。それだけじゃなくてですね、銀座周辺は有楽町側に行ってもいいですし、東京駅周辺でもおすすめカフェを過去にご紹介してますので、見どころはとてもたくさんあるかなと思っています。またですね、先ほどお店の紹介の中でもありましたけれども、歌舞伎座があったりとか見どころはとてもありますし、ユニクロも大きい店があるので、買い物にもこういった見物にもとてもおすすめな場所になっているかなと思っています。以上、ミッキーでした。ありがとうございました。